しでは次に向かいます。次はまた一気に東の方に戻って、志賀高原の入り口に戻ります。北進語学道路です。さあここから山の内に戻っていく間に、ここら辺、あとは戸隠行く時もここから行くんだけど、ここからトウモロコシ街道を通って、夏はトウモロコシがめちゃくちゃ美味しいね。あそこの通り焼きもろこし売ってくれてたり、生で食べれるトウモロコシもあったりして、でそれを走りながら戸隠まで行ったら、戸隠はもう、ね、戸隠神社があって、あとはお蕎麦が有名なんで、お蕎麦とにかく美味しいね。戸隠の美味しいね。いろんなところで食べて、やっぱ美味しいお蕎麦屋さんっていうのはいっぱいあるじゃん、そこ長野県のいろんなところに、だけど戸隠だともうほぼほぼどの店でも美味しいし、でちょっと独特なんだよね。戸隠はすごいみずみずしいお蕎麦で、ぼっちって言ってこう一口サイズにまとめてくれてるじゃん、わんこそばみたいに、でそれが5ぼっちとか8ぼっちとかさ、お皿に乗って出てくるんだけど、とにかくみずみずしくてコシがあって美味しい、でその中でも特に美味しいお店がやっぱうずら屋さんかな、もうめちゃくちゃ混むから朝6時とかに名前書いたりするんだけど、だけど名前書いとけば観光して戻ってきたら入れるし、お店の人もすごい優しいから、ね、いろいろ気使ってくれるし、すごいいいお店で、お蕎麦以外に蕎麦柿がめちゃくちゃ美味しいよね。あそこね、大きいんだよね。すごい。そう、おまんじゅうを大きくしたような蕎麦柿がドンと出てきて、それもめちゃくちゃ美味しいです。であとは冬限定になるけど、冬スキー場、戸隠スキー場があって、その麓にあるクエ食堂っていうお蕎麦屋さん、確かね戸隠のそのスキー場のある周りのお店が何人かでやってるんだと思う。確かそんなようなことを言ってたような気がする、っていうのが冬スキーのシーズンだけオープンするんだけど、そこもめちゃくちゃ美味しいね。でそこじゃなくてもう戸隠スキー場自体がもうグルメなスキー場で、戸隠スキー場のレストハウスで食べれるお蕎麦もちゃんとしたお蕎麦なの。蕎麦湯まで出てくるちゃんとしたぼっちのお蕎麦でめちゃくちゃ美味しかったり、あと中腹にあるチーズが美味しいレストランとかね、あそこもめちゃくちゃ、教えていただいてね、行ってみたらすごい美味しかったね。超美味しかった、なんかみんなさワイン開けたりしてて、なんかちょっと別世界、あそこは、とにかく美味しいです、名前がね柳蘭っていうお店、あとはこの鏡池のすぐ横にあるレストハウスなのかな、あれどんぐりハウスっていうところなんだけど、ガレットがめちゃくちゃ美味しいよね。やっぱりお蕎麦が有名だからか、ね、このガレットもなんか観光地のレストハウスなのかと思いきや、すごい本格的なガレットで、テラスで食べたら鏡池見ながらね食べれるし、特に紅葉の時期なんかもう最高です。ここは戸隠もとにかく魅力的だね。紅葉もいいし、夏のハイキングもいいし、キャンプ場もあるしね。そうで雪のシーズンのスノーシューも楽しいし、そして長野市から近いっていうね。近いね。それもまたいいところです。今ここは飯綱町かな。飯綱かなだよね。ここら辺は中野と結構似てて、リンゴがとにかく多くて、リンゴ美味しいよね。もうこれ全部そうだもんね、リンゴだもんね。で結構アップルミュージアムとかあったりさ、でそのリンゴの時期になるとリンゴで結構、これかな、飯綱フルーツセンター、なんか結構リンゴでいろいろ集客をしてて、なんかパフェが出たりアップルパイが作ってきたりさ、なんかリンゴのスイーツ巡りましょうみたいな、そんなんがあったりして、美味しいリンゴがいっぱいあります、でここら辺だと近くにね、飯綱の町のところに定食屋さんで藤吉っていう定食屋さんがあるんだけど、ここも美味しいね、なんか外見は昭和な感じなのにさ、中がすっごい綺麗なカフェみたいな感じで、で和洋中全部食べれて、ハンバーガーまであったり、でパフェもあるの、何でもあるのここは。で美味しいよね、全部美味しい、本当に
ずーっとリンゴ一畑。面すごいよね。そう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 。こんなにあったっけ？この道走るの初めてじゃないよね。初めてではないけど。じゃないよね。よく遠くまで見えるね。すごいよ。リンゴの丘ってそう見ないもんね。ね一面すごい広大なねえ。リンゴ畑。この道いいなあ。北進語学道路ずっと。信号も少ないしさ。ねえ。さあ長野市に入りました。はい。そうここら辺のねこの飯綱とか信濃町とか意外とこの長野市からもう近いんだよ。隣というかさ、まあ、長野市も合併で大きくなったのもあると思うけど、結構出やすいよね長野市まで。そうだね。ピュッと出れて、うんうん。逆に長野市からもすぐこっちに来れるからいいと思います。まあ拠点長野にしたりしても来れるし、で善光寺行ったりもできるし、で長野市まで行ったら雪はぐっと減るじゃん。そうそう。ね、だから冬でも長野を拠点にしたら、まあ上の方行ったら雪はすごいから運転はちょっと慣れてないと怖いかもしれないけど、長野市から雪見たいとかなったら北進の方ちょっと行ったらさ、電車でも行けるから大絶景、すごい雪の景色が見れます。さあ中野市に入りました。はい。さあこれから今から行くのが北信州山之内で、ここは国道292号線にあるんだけど、で周りがもうすぐ湯田中渋温泉とかがあって、まあ、とにかくいい温泉がいっぱいあるエリアです。ここも、まあ、野沢温泉みたいな感じで、湯田中渋とかだとこう外湯巡りができるんだよね。で11箇所ぐらい温泉が確かあったと思うんだけど、外湯巡りの共同浴場が、でただ野沢温泉みたいにどこでも自由に入れるわけではなくて、宿泊者とか地元の人は入れるんだよね。そうそう。で鍵がかかってて、その旅館に泊まるとその鍵を借りれて、自由に鍵借りれば自由に入れるんだけど、普通の観光客は鍵がないから入れないの。で大湯っていうのかな、10番湯だったかな、なんかどっか1箇所だけはお金払って入れるところがあるんだけど、そうだよね。でね、昔はね駐車場に止めたらそこで鍵借りれたり、あとはお土産物屋さんで鍵借りれたりしたんだけど、今はちょっと分かんないな、多分ないと思う。だからよっぽど親しくなったどっかとかね、そういうのがあればできるのかもしれないんだけど、今は泊まらないとその温泉には入れないんだけど、ただ周りの雰囲気もすごいいいじゃん。で昔ながらのすごい立派な旅館があったり、重要文化財に指定されてるような旅館があったり、すごい風情のあるところで、最近外国の人にもすごい人気になってきてて、日本人より多いね、外湯巡りしてる人が。だからそういう感じにもなってたりします。でその周りで今人気なのはやっぱり冬の時期、スノーモンキーね、猿が温泉に入る地獄谷温泉っていうのがあって、そこはもうとにかく今人気だし、であとスキー場はやっぱすごい、志賀高原のスキー場は圧倒的でしょ。そうだね、50個ぐらいリフトがかかっててさ、1日じゃ回りきれないぐらいの規模のスキー場。とにかく広いんだよね。そうそうそう。で標高も1500、600メーターから2100ぐらいまでかな、2300までか。だから雪もすごいいいし、志賀高原以外にも北志賀の方に何個かスキー場があって、長野県民だと1500円で滑れるスキー場とか、であとは北志賀竜王に行けば今人気の空テラスっていうのがあって、ゴンドラで上登ったらロープウェイかな、ロープウェイで上登ったら雲海が見れますよっていうような。でそこは夏も行けて、ね、夏の方が雲海出る確率が高くて、こういうエリアになります。そしてまたこちら無料になった道路です。で温泉に関してはさ、その湯田中で鍵がなくて入れなくても周りにいっぱいあるでしょ。なんで貸し切り温泉もあれば、旅館の日帰りもあればね、500円ぐらいからいっぱいあるし、普通の日帰りの施設もあるし、そう日帰りがいっぱい、そう日帰りの施設もあるし、ここは温泉には本当に困らないね。もうなんなら湯田中の駅前の電車待ってる間に
そうそう温泉入れると、そう駅にある温泉とかって楓の湯だったかな、があったりするんで全く心配ないです。あと5キロぐらいで道の駅なんだけど、この通りもいっぱいスーパーとかホームセンターとかあるんで、何か困ったらここで買い物はできるから大丈夫でね、ほんと何でもあるもんね。鶴屋もあるし、イオンもあるし、でもう見えてるけどケーズ電機もあれば、大きなコメリもある、コメリプロかなんかもあるし、何でもあるんだよね本当に。そう何でもある、すごいですここで。ここの周辺の美味しいレストランはやっぱり定食屋さんで石英ドライブインでしょ、間違いないよね、そこは。とにかく量も美味しい、味も美味しいっていうところと、あと割とこの通り沿いで常屋っていう定食屋さんだよね、あれも。そうだね。ご飯どころ常屋っていう、ここもめちゃくちゃ安くて美味しいよ、定食屋さん、であとは志賀高原を登ってってグランフェニックスっていうホテルがあって、そこは優雅だよね、ホテルの。でテラスもあるんだよね夏は、でテラスでももうカフェだけでもよくて、コーヒーだけでも飲めるし、ケーキもあるし、食事も取れるんだけど、夏の高原の感じもあるし、標高が1500超えてるから、すごい爽やかだし、暑くないもんね。そう涼しいよね。そうそう、一番いいのはやっぱ秋で、秋の紅葉はとにかく綺麗、すごいでしょあの周り、でそのまま秋山郷の方にも抜けていけるし、その周りで紅葉を見ながらご飯食べたりもできるんで、特におすすめだね。そうだね。まあ冬ももちろんやってて、冬ももちろんいいんだけど、冬じゃない季節にスキー場に行ってカフェできるっていう、すごい貴重なところなんで、まあ、人もそんなにね混んでないから。そうそう、混んでないからね、特に夏はもうゆったりしてるよね。緑を楽しむとか紅葉を楽しむっていうことができるから、だから梅雨明けぐらいだと新緑もすごいいいと思うよ、ね。初夏っていう、そうそう初夏、まあ、周りの初夏よりもより新緑がすごいんじゃない、そういうところです。あとはせっかく上に登ったらもう志賀高原の一番上まで行ったらいいかな、横手山の山頂ね。30キロぐらい行くとこの渋峠っていう国内最高所、国道国内最高所で 2100m 以上のところがあって、で横手山山頂にパン屋さんがあるんだけど、日本一標高の高いパン屋さんかな、でそこのパンなんかもすごい美味しくて、まあ混むね、そこは。そこは人気だよね、夏でも混むし、スキーの時もすごい混むし、まあ、だけど2300m で焼きたてのパンを食べれて絶景で、でリフトで行くこともできるし、スノーエスカレーターだっけ、なんとかエスカレーターっていうのに、乗っていくこともできるし、あとそこのパン屋さんに連絡したら送迎もあったと思うんだよね、キャタピラ車みたいなので、それも多分できると思う。まあ、それちょっとね問い合わせしてもらわないと、俺ら使ったことないからちょっと詳しくは分かんないんだけど、そういうところで 2300m で食べれるパン屋さんもあって、眺めもいいし爽やかだし、秋の雰囲気もいいし、冬はまあもうとんでもなく綺麗だし、とにかく最高なエリアです。はい、到着。これ右も左も道の駅なのかな。さあ行ってみよう。湯田中なめらか温泉プリンとか、こんなんあるんだね。ここもお蕎麦屋さんだ。リンゴのリナンシェ。志賀高原のなんかこんなのある。すげえ超安くなってる。本当だ、湯田中の温泉まんじゅうもここで買えるんだ。いいじゃん。湯田中行かなくてもここで買えますよって。すごい、全部長野県のだって、ここは。雲海発生率 62% だって。あれもっと出てたと思うんだけどな、前見た時。さあここでは温泉まんじゅう羽田寛成堂、湯田中支部にあるお店だよね。多分前行ったことあると思う。いただきます。
あ、ふわふわです。すごい美味しい。こや。こしあんだ。うん、へえ。よし、では次行きましょう。は次は道の駅小布施だね。い。よく行くところ。うん。からね、15キロぐらいはい。近いです。さあさあ、この小布施の周りはどうだろう。まあまず観光地で行くと小布施だよね。小布施の周りが雰囲気良くて、ね、ちょっと散歩したりするにもいいし、カフェも多いし、レストランもいっぱいあるし、でやっぱ秋の時期だね。有名なお店がさ、小布施堂とか桜井寛成堂とか何個かあって、まあ、特に小布施堂のモンブランスザクかはとにかく人気だね。人気だね。予約必須で、予約しない組もあるんでね、その時間帯も並べばっていう。そうで、何十組か限定だから、それも並ばないとそれでも入れないから、結構難しいけど、でもやっぱ秋はそういうのが楽しいよね、あそこ。でこの周りだと小布施以外にもやっぱ高山温泉郷かな、ずっと奥の方、山の方登ってって、最終的には志賀高原の熊の湯あたりに抜けれるんだけど、ずっと上がっていくと温泉が何か所かな、結構あるでしょ、いろんな温泉が。あるある。ですごいいい温泉、奥の方に行くと七味温泉とかさ、あったりして、すっごいいい温泉があって、この温泉巡りも楽しめる、そういう街道というかね、湯巡り街道って言ったかな、確か。で紅葉の時期がとにかくすごいめちゃくちゃ綺麗で、人気だよね。赤い橋と紅葉が見えるところとかがあって、紅葉の時期になると人気のエリアです。他にもその通りに滝の裏に回れるさ、こういう滝があって滝の裏に入れるところがあったり、あとは上の方まで上がっていくと山田牧場があって、でそこの先で根曲がり岳を取れるんだよね。でちゃんとそれは勝手に人の敷地に入ってやるんじゃなくて、村に1000円だか1500円だか払って許可されたエリアで根曲がり岳を収穫できるんで、ちゃんと堂々と収穫できていいよね、あそこ。よくルールわかんないじゃん、山菜とかも。あ、そうだね。国立公園とかだから本来取っちゃダメだったりするから、そうそう、私有地だったり。あとよく見るのは、その村民じゃない人は取らないでくださいとかね、住民じゃない人は取らないでっていうところもあったりするから、勝手に取るのはダメで、ただここはそういうのを全部許可されて最初に受付するんで大丈夫です。ただ熊には気をつけないと、熊が出るエリアなので、そこは注意が必要です。紅葉の時期になると山田牧場のキノコね、なんていうとこだっけ、見晴らし茶屋だったっけ。そうだよね。そこのきのこ汁とかもとにかく美味しいし、で俺らも教えてもらったんだけど、そこのチーズがめちゃくちゃ美味しいから、チーズケーキも絶品だね。めちゃくちゃいいエリア、紅葉の時の眺めもほんと素晴らしいし、最高なところです。周辺のおすすめレストランは、まず小安温泉のところにある小安そば、ここのおそばもめちゃくちゃ美味しいです。あとは何かあるかな、まあ虎食堂ね。虎食堂の焼肉定食、ご飯何杯食べれますかっていうやつねあれもめちゃくちゃ美味しいです。あとどうだろう、結構あるんでね、ここら辺も。ミルグリーンとかもこの、そう小布施のミルグリーンのソフトクリームとかも有名だね。なんか美味しいなと思ったら結構ミルグリーンが提供してますみたいなお店も多いし、めちゃくちゃ好きでしょっちゅう行きます。あと大好きなのがアトベだよね。アトベさんの和食料理アトベっていうお店、とにかく盛り付け方とかすっごい綺麗で、なのに味もめちゃくちゃ美味しいの。本当に美しいお料理が出てくる。で俺らは夕飯でも定食食べるんだけど、で海鮮とかも確かやってて、なんかすごいよね、ここ。美味しいです。いつも定食だからちょっとコースとかもあったら食べてみたいなと思うような、美味しくて、もうここも 2,3 回行ってるかな。紹介も何回かしてると思うけど、とにかく大好きなお店です。はい、到着です。ここはさ、裏に公園もあるシーンだよな。
広い公園でのんびりできるよね。そうそう。池があったり。いいね。最高だね。これだね、オブセは筑風堂、関西堂、オブセ堂。栗かのこ有名だよね、ここら辺ね。これね、オブス牛乳。最近これよく見る。この感じ。いっぱいあるね。ここもなんかすごいね。ねえ。すげえ。オブス牛乳使用のバームクーヘン。これは栗焼酎。レンジでチンする栗ご飯。すごいね。オブスヨーグルトこんなんある。牛乳も。そしてこっちがお土産物屋さんとかで、この橋渡った反対側ね、こっちに産直があります。特に秋の時期はリンゴとかシャインマスカットがいっぱいなんでおすすめです。やっぱこの時期は空いてるか。まだ果物がないから。ここと奥もあるけど、うちはいつもこっちの手前だね、買うのは。これを買いました。オブセ堂の栗かのこ。いいでしょう。これはちょっと後で食べます。結構さ、小布施の道の駅は他の道の駅と違ってすごかったね。なんか、栗を全面に押し出して、栗の商品がめちゃくちゃ多かった。多いね。もちろんその小布施堂とかさ、桜井寛成堂とか、そういう有名なところのも置いてあって、でもそれは他の道の駅でも大体長野県のものとして置いてるじゃん。でそれ以外に栗を使った焼酎とか、ブッセとか、クッキーとかさ、もう栗だらけだった。ここの特産を目いっぱい売りにしていきましょうっていう感じがいいよね。いいね。あ、これは長野電鉄じゃないの。そう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 。これをさ、紹介し忘れてたけど、ロマンスカーとかさ、昔の、あと成田エクスプレスとかが走ってるのがこの長野電鉄の線路で、長野駅から湯田中駅までね、その昔の車両を使って行ってくれるんだよね。そうそう。で俺らも前乗ったんだけど、成田エクスプレスの個室を予約できて、でめちゃくちゃ安かったと思うんだよね。ちょっと値段忘れちゃったけど、数百円だった。そう、そんなレベルで、そうそうそう、それプラス乗車料金、普通の乗車券だから、めちゃくちゃお得に個室使えて、でその時はエクスプレスの個室で行って、その中でなんか飲み物飲んだりしてさ、貸し切りとか言って楽しんだんだけど、ロマンスカーの時もあって、でロマンスカーだと一番前の席とか選べるからさ、すごい眺めでね、いいよね。あれで山の内の方に入ってったら最高じゃん。でそれも事前に予約ができるし、確かね、数百円だったと思うんだよね。100円200円とか、そうそうそう、そういうレベルで予約できたと思うんだよね。でちゃんとそのホームページにはこの時間、この便はどの車両ですっていうのも全部わかるからいいよね。電車好きなさ子供とかにもいいし、おすすめです。ここは須坂のイオンじゃない？そうそう、秋にできるやつ。いや前も話したけどさ、あの坂登れんのかなと思って、長野県で冬吹きさらしでさ、バリバリじゃん。あんな電熱が入るのかな。それ入るよね。こっからねちょっと離れるんだ、小布施から、長野市を挟んで西側に行くの。でそこにあと4カ所あって、信州新町、
長野市大岡特産センターは中条小川と。でも中条とか小川になると、そのまままっすぐ行くと白馬に抜ける道だと思うのね。なんでまず信州新町と長野市大岡特産センターかな、この2つに行こうと思います。長野市はもうちょっと開拓しないとダメだよね。俺らもあんまり何軒かはレストランも行ったことあるけど、中華料理屋さんとかイタリアンとかはあるけど、相当いっぱいあると思うんだよね、美味しいご飯屋さんも。もうちょっとまたフラフラしてみようと思います。ここは観光地はやっぱり善光寺かな、メインはね。善光寺とその周辺の通りとかが楽しいエリアで、あと美術館があったりするのと、長野市は意外と雪も少ないかな。南の方に比べたらちょっと多いけど北進の本当の上の方に比べたら雪も少ないし、で気温も寒いけどそこまで寒くもないし、割と生活しやすい環境かなと思います。でどこ行くにも便利なんだよね、長野市って。そうそう。これね、今山の内からこっちの方来たけどさ、小布施も近い、志賀高原も近い、で野沢温泉とかも意外と日帰りで余裕で行けるし、で白馬にもさ無料になったトンネル通ってすぐ行けるし、結構どこ行くにも行きやすい。で戸隠も近いでしょ、だから意外と本当の自然、すごい大自然が近くにある都会みたいな感じです。19号線に出るとジンギスカン街道です。もうほら上りが出てるじゃんジンギスカンって。でこの19号沿いに道の駅が2つあって、道の駅信州新町と道の駅長野市大岡特産センターかな、っていう2つがあるんだけど、で先に信州新町通るんだけど、今日は先に大岡特産センターの方に行きます。でこの通り沿いはもうジンギスカン、さっきもあったじゃん。で美味しいレストランが俺らが知ってるのは武蔵屋さんだね。もうめちゃくちゃ美味しいジンギスカンで、つけだれがすごい生姜が効いてて美味しいんだけど、お肉がめちゃくちゃ柔らかくて淡白なの。ジンギスカンの匂い苦手とかで食べれない人でも食べれるぐらい食べれるよね。もうなんかジンギスカンの概念が変わるぐらいのお肉でめちゃくちゃおすすめ。しかも安いよね。ちょっと値上がりしたけどそれでもめちゃくちゃ安い。そうそうね。で白馬からとかも意外と 3,40 分で来れるから、合わせてもおすすめですよっていう、40分ぐらいだったかな、っていうお店。それからね、もう一個がお食事処日原っていうところで、ここは何が面白いって、お蕎麦とジンギスカンが両方食べれるの。そうそう、ね、でジンギスカンは自分で焼いて食べるタイプなのに、お蕎麦もちゃんとしたお蕎麦が出てくるっていう。とっても美味しいお蕎麦で、とってもね美味しい。そうそうそう、ここもいいよね。ここ大好きです。であとこの信州新町とかこの周りは灰焼きおやきが有名かな。おやきもねいろんな地域で有名なんだけど、この地域が有名なところも多くて、で灰焼きおやきはここら辺がなんか名物っぽいね。灰の中に埋めて表面パリパリにするおやきです。これを左に行くと白馬だね。白馬の無料になった道でみんなそっちに行くみたい。本当だね。ジンギスカン屋さん2キロだって。武蔵屋食品っていうお肉も売ってるんだね。さあここはまた戻ってくるんで帰りに寄りましょう。混んでるね。混んでる。山菜っていう登りがいっぱいだ。やっぱこの時期ちょうどこれが5月の頭なんだけど、山菜がすごいんだね。そういうことか。さあそしてジンギスカンはここです。混んでるね。相変わらず武蔵屋さん。なんでこんな混んでるの？もう今2時過ぎてるよ。2時半とかだよね。すごいね。ここが今回の北進の中では一番南だね。もう生坂とかの近くだからね。これ右で大町に抜けれるんだ。で聖高原もいいよね。綺麗なところ。さあ到着。ここは寄ったことあるけど入ったことないね。多分ないと思う。到
やっぱお蕎麦だね。ああ、ショック。そばサンド売り切れ。全部売り切れそばサンド。残念。どうする？おそば食べる？ねえ。ざるそば650円だって。すごいね。やばくない？これすごいね。750円。普通盛り650円。天ざる1000円。今まで一安いんじゃない？いいね。すごいよね。美味しそう。奇跡だな。手打ちだよ。美味しい？細いね。細い細い。すごい。天ぷらもらい。これはなんだ？美味しかった。美味しかった。お蕎麦。よかった、食べれて。ねちょっと時間が微妙でもう終わっちゃってるかなと思ったんだけど、なんとか間に合ったえ。ね。間に合った。あー、美味しかったな。しかもまさかあんな手打ちを食べれるとはね。あの値段で。安いね。650円だってよ。普通盛りのざるは。めちゃくちゃ安い。ねえ。天ざるで1000円だから他より500円ぐらい安いよね。いやー、よかった。けどあと3箇所であと3個なんか食べないといけないのにさ、2人ともがっつり食べちゃったね。食べちゃったね。ついつい、ちょっとお腹も減ってたし、まあいいでしょう。では次に行きます。信州新町の道の駅。戻ってるんだけどね、10キロほど。でその後小川の方に入っていくから、今日は夏だね。夏だよ。27度だって。終始半袖だもんね。最初朝寒かったけど、そうそうそう。急に暑くなってきた。けどこの、動画がねちょっとこれ遅く出してるけど、これの昨日の朝はマイナスだったんだよ。なんで？おかしくない？で一昨日に至ってはお昼までマイナス2度だったんだよ。まあ山の上だけど、なんだこれは30度だぞ、温度差が。これぞ長野県。本当だね、この季節の変わり目の長野県っていう感じ。さあ着きます。ここかな。さあここもお蕎麦だよね、確か。そうそうだよね。ジンギスカンがいるじゃん。へえ、人気だね。混んでる。すごいじゃん。そうそう、ここら辺はおぶっこだよね。すごいね。ここもさ650円。56番のお客様。しかもおしぼりそばある。あ、天ざる10円安かった。畜生。この天ぷらにエビが入ってる。57番のお客様。すごい、モビルのおやきだって。59番のお客様。完売だって。餃子ニンニクももらったんだ。あ、これもないの？もそうなんだ。うわ、すごいじゃん。何これ。新町梅酒。梅酒が有名なんだ。なんかおしゃれだね。この梅酒、蜂蜜梅酒。でも蜂蜜入ったら 1.5 倍ってことは相当美味しいんじゃないねえ。あ、すごいよ。おぶっこ麺だって。これか。マコモうどん。違うかな。信州そばおぶっこコーナー。あったあった。これだね。本当だ。あ、ここで買えるんだ。しかもすごい800円だって。250g も入って。すごいじゃん、これも。やば
八幡屋磯五郎の七味を使った。へー。はい。そうね。ちょっと灰焼きおやきみたいな。うん餃子にんにく。いただきます。うん。うん。超うまい。美味しそう。すごいいい匂いする。今の信州新町の道の駅さ、外から見た感じそんな大きくなさそうじゃん。なんかすごいね。いっぱいいろいろ売ってたし、ジンギスカンもさ、いつも見るのは遠山号のジンギスカンでさ、だいたい同じどこでも売ってるじゃん。まあ美味しいんだけどあれも、でもここのは武蔵屋のであんまり周りで見なかったかなあれ。そうだよね。ね、いやすごいね。でおやき、この餃子にんにくのおやきめちゃくちゃ美味しい。のびるが売り切れちゃってたんだけど、のびるめちゃくちゃ食べたいまた寄りたいもん。すっげえ美味しかった。そしてそばもさ650円で、で天ぷらそば990円で、エビとかナスとかすごかった。食べてる人の覗いたんだけど、すごい大きいの。いいぞあれ。ここのおそばもまたね食べないとね。ではこの無料のを通って白馬方面だね。あと最後2つです。このトンネルができて本当に近くなったんだね。道の駅中条までもうあと1分だ。そうだよね。これだってトンネル通らなかったらうにょにょにょ、そう違う道で、なんかすごいとこから出てくるもんね。であと中条と小川村の小川の道の駅で、この北進エリアは終わりです。まあこの通り沿いにもう一個あるんだけど、それは白馬の方中心エリアに入るらしいんだ。ここはおぶっこだよね。前食べたけど、おぶっこっていうほうとうみたいな麺かな。で野菜とかいっぱい入ってて、味噌系のおうどんでめちゃくちゃ美味しいよね。美味しい。今日はちょっと食べれないけど、お蕎麦1個にしたらよかったね。ねえ、そうしたらよかった。ここの道の駅は白馬から近くて長野からも近くて、でこのトンネルが無料化されてからここに来る人が倍以上増えたっていう話。すごい人気みたい。今日がね、右上の栄からずっと来て降りてきて長野市越えて今中条、ちょっと大岡まで行ったけどね、昔は大岡村だったんだ。今もかな。ここまで行ったんだよね、大岡村って。大岡村ってあるんだ。昔だよね。今ないよね。きなさも戸隠も村だよね。こんな感じらしい。長野県の道の駅。これおぶっこ美味しいの。ここです。わ、すげえ。冷凍だって。すごいじゃんこれ。すごい。おぶっこの味噌だれ、そんなんがあるんだ。これ何？そのままこれで味付けするの？あ、すごいじゃん。エビもいっぱい。鹿肉、もも、ミンチ。これは前も食べてご紹介したもので、おしゃれだよね。この道の駅すごいおしゃれ。これすごいね。そのままのパン屋さん。ここも美味しいよね。お、すげえ。何これ。すごいじゃん。地球の歩き方信州未来カレー。これすごいな。鹿ジャーキー。よくない？さあ買いました。ここでは鹿ジャーキー、ずっと気になってたんだ俺。これ食べたいなと思ってついに買えた。この道の駅中条はちょっとおしゃれだよね。置いてるもんも面白いもんいっぱい置いてるしね。でここら辺は
さっきも見たおぶっこね、うんうんおぶっことかとおやきが有名で、うんうん有名なおやき屋さんが何軒かあって、うんまあ、一番有名なのはいろは堂かな。そうだね。いろんなところにあるよね、いろは堂は、うんうんでその本店がきなさにあって、うん。きなさだったよね。きなさん。そうそうでこの近くにあって、であとは小川村に小川の庄っていう焼いたおやき村。おやき村があるんだよね、でそこのおやきがなんか表面パリパリで、焼きたてというかさ、そうそうそうこの炭火でやってくれた焼きたてを食べたらめちゃくちゃ美味しくて、でちょっと山の上にあるから行くの大変なんだけど、で善光寺の参道とかにも出してるね、両方ともお店は。そういうのが有名なエリアです。あ、これね、おやき村。あ、そうそうそう、これ小川の庄おやき村。道が細いからね、ちょっと大きい車だと大変だけど、美味しいところです。でそうこうしてたらもう道の駅だよ。次の。そうそう、500メーター近いの、ここは。でこれ右の方行くと戸隠とか、あと奥須そばなの自然園とかもこの近くだね。わりかしこっちの方から行けるエリアになります。はい、では到着最後です。お、なんか横に広いね。混んでるね。ご飯屋さんもいっぱいで、わあ、いろいろ食べれるんだ。へえ。吹き味噌とかうまそう。あ、すげえな、これは。ネギ味噌。ああ、やっぱ遅いともうあんま売ってないね、夕方だとね。ああ、刺身こんにゃくあるじゃん。お豆腐もあるよ。さあ、ここではこんにゃく250円。美味しそう、刺身こんにゃく美味しそうだね。さあ、いろいろ買えたね。買えたね。よし、これで今のところでは刺身こんにゃく買えたからよかったね。楽しみ食べるの、でこの小川村はさ、春にも紹介してるんだけど、桜がとにかく綺麗な山桜ね。そうそう、二反田の桜とさ、あとは番所の桜とかね、綺麗で結構遅めに咲くからね、最後の方、桜最後の方に楽しめるところ、トータルで今日で200キロぐらいかな、走った距離が、意外と距離はあるね、やっぱずっと行くと。で朝8時半からスタートして今4時なんで、で今日は他の動画と他の道の駅周りとちょっと違って全くどこにも寄り道してないから、割と忙しかったかなっていう感じです。まあでも大体雰囲気はつかめたんじゃないかなと。やっぱここら辺は長野県のハイライトって言っても過言ではないよね。この上の方特に。そうだね。長野どっか一箇所しか行けないって言ったらやっぱここら辺もいいかなと思うし、あと都会から遠いじゃん、東京とか大阪からもう上の方だから、だからまだまだのんびりしてる感じもあってすごい好きなエリアだよね。そうですね。最後に紹介し忘れてたからちょっと今紹介したいんだけど、この物見湯さんね、2000円弱でその物見湯さん手形を買うと、物見湯さん手形が使える温泉のうち12箇所で入れると、でその1箇所につき1回ずつ入れて最大12回入れるというのが2000円弱で出てるんだけど、それがこのエリアで使えるところがまず古城荘ね、須坂市の古城荘、それから小布施のあけびの湯、で豊野温泉りんごの湯、これは長野市のね、で飯綱の方に行くと牟礼温泉天狗の館、で滋賀奥滋賀の方に行くと東美の湯、でマダラオの方に行くとタングラムマダラオで、飯山に行くと飯山湯滝温泉、これらに
入れます。はい。でうまく使うと1回200円しないで入れると、そういう手形になってるので、これもおすすめです。でこの中だとどうだろうね。俺ら好きなのは小布施温泉あけびの湯好きだよね。めちゃくちゃ泉質が良くて好きなのと、あとどうだろう、遠見の湯は眺めが良くて、ちょっと前行ったけどすごい良かったし、すごい良かった。でタングラムマダラオもさ、ホテルの温泉で、時間によるけどめちゃくちゃ空いてる時があって、そうそう。ね、貸し切りみたいにホテルの温泉使えるっていうので、タングラムマダラオの温泉も好きかな。そんなところです。はい。今日は以上です。今日買ってきたものたちです。できました。美味しそうだね。これ普通どうなのかな。マヨネーズ。何でもいいんじゃない？お、うまそう。ああ、美味しい。いいね。美味しいね。このさ、やっぱ手軽だよね。手軽。アク抜き。そう。ちょっと剥くのめんどくさいけど、俺もうね、つまんだのアスパラ、ビビるぐらい甘かった。すごいんだけど。すっごいみずみずしい。で、めちゃくちゃうまいでしょ。ちょっとみずみずしさもあってさ、トロトロだね。めちゃくちゃ美味しい。あ、香りもいいね。あ、うまいね。超美味しい。最高です。If you do one favor